はい、こんにちは。画家の塚木のりです。今回は絵を描くのにあたっての資料の考え方についてのお話をしようかなと思います。で、主にね、写真の資料と、あとスケッチ、写生の資料についてのお話をしようかなと思います。初心者の方によく聞かれるんですが、写真資料はどこまでありなのかっていうふうなことを聞かれるんですよ。結構ね、初心者の方って、いわゆるスケッチとか現場の写生とかが一番これが必須だと思って、結構写真からとかは邪道なんじゃないかみたいな不安を持ってる方とかって結構いたりするんですよ。結論から言うと、写真資料はね、全然ありです。ただね、写真資料とね、いわゆるスケッチ写生資料とそれぞれね、特性があるんで、それをよく理解した上で適切にね、使い分けてあげるといい絵を制作できますし、上達にもすごく役立つのでね、ぜひね、この話を参考にしてもらえるといいかなと思います。でね、まず、写真資料なんですけど、さっき言ったように、写真の資料はね、もう全然ありです。もう大いにたくさん使ってください。逆にたくさん手軽に準備できるのがね、写真のいいところだったりするんでね。で、注意点がもちろんあるんですよ。注意点は、レンズ歪みが生じやすいっていうか、レンズ歪みが生じるということですね。そこら辺をね、念頭に入れてもらった方がいいです。なので、肉眼で見た時と、レンズで表した画像とね、ちょっとね、やっぱ雰囲気が違います。あと、レンズ歪みもそうですけど、カメラって、基本、一眼ですよね、一つ目。二眼もありますけど、基本一眼を使ってる方が多いと思います。で、人間の目ってね、二つの目で映像を捉えてるんで、で、二つの目で光を捉えて、で、それをね、脳内でね、補正してます。で、その脳内補正みたいなのがあって、その映像というかな、図柄を形成してるんで、やっぱりね、その肉眼の、要は人が感じる図柄と、ね、レンズで現れてた図柄との雰囲気の差っていうのがね、やっぱりね、生じるかなと思います。なのでね、面白いことにね、上手い人が写真から描くと、あ、写真から描いたっていうのがすごく分かったりしますよね。で、今のカメラの性能ってすごく上がってるんで、カメラの性能もそうだし、そのカメラのアプリケーションっていうのかな、そういったのもすごく発達してるんで、そのレンズ歪みはね、結構抑えられたものとかもね、表現できたりとかはするんですけどね。でもね、やっぱりね、肉眼のね、そのいわゆる生っぽさっていうのかな、やっぱそういったのとはね、だいぶ雰囲気が変わるかなというふうに思います。裏を返せばね、そういったカメラ越しのものと肉眼から現れてた生っぽさっていうのかな、それを感じ取れるぐらいの観察力だったり感受性だったりっていうのかな、そういったのとかがね、育つとね、いいかなと思いますね。で、次にね、スケッチや写生なんですが、こちらはね、やはりね、得られる情報量がすごく多いです。というか、すごく多く感じます。で、実際にね、認識しながら描くということなので、よくやっぱり覚えてるし、自分のね、欲しい情報をね、的確にね、取り込んでるかなっていう感じがしますね。写真はね、後でね、制作中にね、あ、ここら辺が足りないっていうか、ここら辺の情報がもうちょっと欲しかったって、後悔するときとか、後悔っていうかな、そう思うときがね、やっぱりね、たまにあったりとかするんでね、ちょっと気をつけなきゃいけないんですけど、なのでね、そういったすごくなんだろう、得る情報の認識が深いっていうのかな、深度が深い。で、それってね、絵の上達にもね、すごく役立つんでね、そういった記録の意味の資料としてのスケッチ写生と、練習の意味でのスケッチ写生っていうので、練習の意味の効果っていうのかな、それがすごく高いっていうのが大きなメリットかなと思います。で、あとね、実際のね、デッサン力とか、要は写生スケッチの力が上がってくると、写真を読み解く力みたいなのが上がってきます。実際の観察力が、いわゆる平面の写真ですね、写真とかの観察力となんかすごくシンクロする感覚っていうのかな、そういった感じがして、写真から描く腕前も上達します。もう写真の細かいところが、ここが若干ぼやけてるのはここがああなってるからだとか、すごくいろんなことに気づけるようになります。実物のね、デッサン力とかがつくと。要は実物の観察力が上がるという基礎ができるっていうことになるんですけど、やっぱりそれがベースでね、写真の方の読み解く力、もう読み解く力が上乗せになるっていう感じがすごくしますね。なのでね、やっぱりね、初心者の方にはね、その写生とかスケッチ
をやっぱりね、おすすめしたいっていうのはね、正直なところ、本音かなっていうところですね。であとね、ちょっと関連してというか、お伝えしたいことは、3次元、要は実物ですね。3次元から絵にする、要は2次元にする、3次元から2次元にするっていうのとかは、すごくやっぱり難しいんですけど、2次元から2次元、要は写真とかスケッチ資料から絵にする。これは少しね、難易度がね、下がるんですよね。難易度が下がるって言ったらちょっと語弊が出るかな。使う脳みそが少し違ってくるんですよ。で、3次元とかはやっぱりね、情報量が膨大なんで、実物の情報量が膨大なんで、それをね、うまく精査して適切に自分の中で噛み砕いて表現するみたいな工程が生まれるんですけど、2次元から2次元は自分の中で噛み砕く、情報を噛み砕くっていう工程が少し負担が減るっていうのかな。そんな感じがしますね。なので、2次元から2次元って少しやりやすいっていうのがあります。なのでね、練習の意味ではね、3次元から、要は実物からっていうので、練習のベースアップした方がためになるっていうところがあって、単純な絵の上達を志すんなら、その実物から実物をデッサンする、写生するっていうのがやっぱりおすすめかなと思いますね。ただね、ご自身の絵の方向性みたいなね、ものがもうスタンスが決まっててね、それがね、2次元から2次元の制作が前提のことだったらね、もうあえて3次元からにこだわらなくてもね、いいと思うしね、逆にね、絞った方が、2次元から2次元やっていくっていうのに絞った方が効率的だったりとかするんでね、そこら辺はね、人によってね、いろいろと適切な判断をね、つけてあげるといいかなと思いますね。でね、次はね、資料の質みたいな話なんですけど、この話題は主に写真資料についての話かな、また。理想の写真資料は、もちろん大きいサイズで、ちゃんとピントが合ってるっていうのが理想ですね。でね、たまにね、絵画教室で教えてたりとかしてて、生徒さんが、この風景とか描きたいとか、このお花を描きたいみたいな、画像とかを持ってきて、で、ピントがすごく甘かったり、要はぼやけてたり、小さかったりとか、するものを持ってこられるんですけど、もちろん無理とは言わないんですけど、結構、厳しいよとか辛いよとかいう風にはなっちゃうんですよね。もしかしたら一から写真撮り直した方が楽にスムーズに制作ができるっていうこともあったりとかもするんで、結構ね、その写真資料からもう制作が始まってるっていう意識をね、しっかり持ってあげないといけないかなと思いますね。で、なんでかっていうと、サイズの大きいものから小さい絵を作ろうとするときとか、ピントの合ってるものを、ピントをぼかして制作しようとするときは、割と楽というか、やりやすいんですよ。で、逆にピントの甘いものとかをちゃんと明瞭に描こうとするのはすごく難しいんですよ。相当のやっぱりね、手だれじゃないと大変だよっていう感じのことになってしまうんでね。で、小さい写真、サイズが小さいものも結局大きくしようとすると結局ぼやけるんで、同じ、状態になってしまうんですよね。だからなので、その写真しろってね、ピントがね、明瞭で、できるだけサイズの大きいものが揃ってあげられると理想的かなというふうに思います。で、あとはね、量なんですが、資料の量っていうのは考え方としては割と単純で、資料って少ないと困ることはあるんですけど、多くて困ることってほとんどないので、もう多く育ててくださいっていうことになります。無駄と思ってもいいです。使わないやつは使わないでほっとけばいい話なんで、逆にね、やっぱり少ないとね、後で後悔するっていうのが出てくるんで、もう必要以上にね、資料って揃えた方がいいかなと思います。で、写真なんてね、気軽にいっぱい撮影できるっていうのがメリットなんで、もうガンガン撮ってあげた方がいいかなと思いますね。写真も引きで撮ったりとか、アップで撮ったりとか、いろんなパターンをひたすら準備して揃えてあげられるといいかなと思います。以上が、資料についての考え方みたいなお話だったんですけど、僕は基本的に、いわゆる写真資料とスケッチ写生資料、基本どっちも揃えようとします。風景取材に行ったら写真撮って、で、スケッチも撮ってとか、一応どっちもやろうとするんですけど、スケッチって結構状況とかによってはできない時とかもあるんで、そういった時はね、写真だけとかにしたりしますね。はい。ではね、とりあえずはね、以上になります。で、これ、動画参考にね、皆さん、適切な資料集めをしてあげて、制作の方に役立ててみてください。ではね、またこの動画よろしいと思ったら、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。